ボンジュール。このチャンネルではセーヌ川にまつわる動画をいくつかお届けしてきました。セーヌ一人旅と題したシリーズでは、2001年6月に私が初めてセーヌ川の源流を訪ねた時のことをお話ししています。夏至の日にセーヌの源流を訪ね、森の中の一軒家に暮らすセーヌ源流の番人ともいえるポールさん、モニークさんご夫妻に出会ったこと。その翌日、ディジョンの街巡りをしながら、考古学博物館でセーヌ源流の神秘を改めて感じたこと。そんなことをお話ししてきました。それらの動画は概要欄にまとめてありますので、どうぞそちらからご覧になってみてください。さて、今日はその続きをお話しします。ちなみに動画を構成するセーヌ川の写真は2001年6月のもの。源流付近とパリのセーヌの様子を織り交ぜてお届けします。ディジョンの考古学博物館でセーヌの源流域から発見された出土品を見ながら、私は旅の予定を変えることにしました。本当ならばその日一日ディジョンを見た後、TGV に乗ってパリに帰るはずでしたが、生まれたばかりのセーヌの流れをもう少し見てみたいと思いました。ディジョンでもう一泊するための宿を探し、一旦まとめた荷物をその宿に運び込み、翌日の朝一番の路線バスに乗ろうと決めました。目指す場所はシャティオン・シュー・セーヌ。前の日、セーヌの源流へ行くためにディジョン駅から乗った路線バスの終点の町です。ところで、フランスの町の名前にはこのシューという言葉がよく出てきます。英語だとオンとかアトンになるでしょうか。何かの上にとかほとりにというような意味がある前置詞。例えばパリの隣町にヌイ市がありますが、正式名称はヌイシュセーヌ。セーヌのほとりのヌイという意味で、実際この町にはセーヌ川が流れています。シャティオン・シュー・セーヌもまたセーヌのほとりのシャティオンということ。地図で見ても確かに町の真ん中をセーヌ川が流れています。ディジョン駅を出発する50番の路線バスは40分ほどで源流に一番近い地点に止まってくれましたが、終点まで行くとなると1時間半の旅です。さて、6月23日土曜日、朝一番のバスは7時30分にディジョン駅を出発しました。幸いにしてこの日も本当にいいお天気。運転席にいたのはなんとまたしてもおとといと同じあの女性の運転手さんでした。ディジョンの街並みを抜けてから20分ほどすると、小麦畑と森が連続する風景になります。おとといの物珍しい気持ちとは違って、今度はなんだか愛着のある風景のように思えてきます。おとといのバスの乗客は、私のほかにもう一人中年の男性がいるだけでしたが、今日は10代終わりくらいの女の子が
乗っていました。隣の座席にはバゲットとクロワッサンを置いて、彼女はすっかり寝入っています。30分もすると、酸性のアベイの村に差し掛かります。村の大きさの割にはとても立派な教会があるあの村です。この村を通り抜けた後、丘を一気に登ると、一面の麦畑。緑色から黄金色に移り変わる途中の乾いた白っぽい色をした畑のところどころに、コクリコ、ヒナゲシの赤い花が点々とあって、日の光を受けています。途中で乗ってくる人がほとんどないこの路線バスは、乗客が事前にお願いしていた停留所にしか止まりません。パンを横に置いて眠りこけていた女の子が、酸性のアベイの村から少し行ったところで降りてしまうと、バスは畑の中の一本道をぐんぐん走り抜け、おととい私が降ろしてもらった場所もあっという間に通り過ぎてしまいました。けれどもほどなくしてバスはスピードを緩め、街道筋の小さな村に止まりました。村の名前はシャンソー。ここで乗り降りする人はいないのですが、3分ほど停車するのだそうで、運転手さんはバスを降りて、その村の知り合いとおぼしき人と立ち話を始めました。ここで時間調整をするのがバスの習慣のようです。それでは私も、と座席から立ち上がってバスのステップを降りて少し歩くと、この辺りの村の中では大きい部類の場所なのでしょう。まっすぐなその道沿いには小さな郵便局らしきものがあり、ちょっとした日用品を売っているような店も一軒目につきました。そういえば、セーヌの源流で暮らすポールさんが生まれたのがこのシャンソー村だと言っていました。さあ、再びバスに乗り込んで出発。ここからは私にとっては全く未知の領域です。手元の地図を見ると、バスが通る道とセーヌの流れはつかず離れず、時に道がセーヌを渡るような格好になっているところもあるようです。今ならスマホの Google マップで上空からの風景さえ小さな画面で見ることができますが、当時の私にとっては紙の地図が頼りです。250メートルを1センチに縮尺した地図は歩く人向けのもので、家一軒の存在までがわかるようになっています。バスが走る県道はオレンジ色のしっかりとしたライン、そしてくねくねとなんだか頼りないか細い青い筋がセーヌ。その青い筋がオレンジ色に接近している場所にバスが近づくと、車窓の風景の中に川を探そうと、私はより注意深く目を凝らします。窓を流れる風景のほとんどは、ごくごくなだらかな丘が幾重にも連なるような大地、麦畑と牧草地、そしてうっそうと葉を茂らせた木々が、それらの境界線を縁取っています。源流に端を発したセーヌは、
その木々の並木に守られるようにして流れているらしく、私にほとんど顔を見せてはくれないのですが、つかの間その林が途切れて、白っぽく乾いた牧草地を潤すように青い流れが姿を見せてくれることがあります。そのほとりで牛たちが草をはんでいるのが目に入った時などは、見えた見えたと声にこそ出しませんが、小躍りするような気持ちで小さなデジタルカメラを窓にすりつけるようにしながらシャッターを切ります。この辺りのセーヌは緑の大地を思うままに蛇行しながら流れる小川。もしかしたら水の中を歩いて渡れてしまうのではないかと思えるくらいの川幅で、太古の昔からこんな風だったんだろうと想像させるような手つかずの川の流れです。これが針を堂々と横切ってゆく流れになるのですから、川というのはなんだかとても不思議なものだなと思えてきます。